先生はもうプロですから、今みたいにゆっくり寄らずに、いきなり寄ってってパッて蹴るようなつもりで僕行きますから、うわーきつい2人掛け、2人だけこれ僕攻めに入りますんで、はい、いいですか。じゃないですか、杖、あれでもこれと同じようなことをするんですけど、浄土で市販クラスの人もできる。オフショットで撮って、今のオフショットで撮ったのかな早かったですね、これは早いのか。いや本当にめちゃくちゃ先生早かった。本当ですか。これで今これね、刀でこうやりましたけど、槍の場合だったら相手の槍をこうずらして、で浄土って杖の方でも同じようなことするんですけど、浄土だったらこう持ってますよね、こんな感じで、その、錠を触れないように握られるっていう、こういうことされた時に今みたいな動きとかするんですけど、浄土の師範クラスでも本当にこの技をガチで繰り出せる方ってほとんどいないんですよ。でそれを先生わずか数十分でマスターされたので、マスターはしてないですがすごいと思います。なんか先生とコラボしてるとすごい気づきが多くて。本当ですか。そう言っていただけると、さっきこう僕が体重乗せて押していきますからぶつからないように、今思いつきなんですけど、そうなんですか。めちゃくちゃ分かりやすかったです。稽古に取り入れようとすごく分かりやすそうと思って、すっごい分かりやすかったです。なんかこうぶつからないようにっていうふうにするだけで、あれはめっちゃありがたかったです。あれがなかったら多分時間も多分3倍ぐらいかかったんじゃないかなそれでも3倍で習得できたら早いですからね。最初の段階からかなり取れてたからね、すごい先生の身体に感覚がめっちゃ鋭い。で先生なんかリンクしたら一気にパーンってつながってくるから、そう言葉を変えるだけでっていうような、すごいよね。これなんか昨日1ミリも分かんなかった。あれですね、なんか動画とかなんですか、テレビとかで見るから3人掛けみたいな肉つあり掛けとかはリアルでやられるとなんかやっぱすげえってやるかっこよかったなあれは。あれできたらかっこいいけど、あれなのに挑戦したら多分何日も動画撮り続けても成功しないから北北見行ったら槍もやりますんで、ぜひ同じような技術を使ってこっからやってみて。こっから、こっから上に上げるとこから、今のやつをここで小さくするだけ。この状態でできる。この状態じゃなくこの状態で、こっから肘の向き持ってたらここまで持っていけるし、こっからこの構えまで持っていくの、そこまで持っていかなくてもできるかもしれんけど、できへんよ。こう持ってるわけやんか。でこう両手で持たれてるやん。これをこうするからあかん。肘抜いてだけでっていうな。止めようがないこれまた次の段階。ここから肘抜いた瞬間に小さくかける。ここで刀振りかぶるように肘抜くね。そうそう、もうほらここで小さく先の技を、そう OK、半身入れ替える。そうなるほど、全然わかんない半身を入れ替えるワードが、いや楽しい学ぶこと発見が多い。今日収穫すごいでっかいよ。本当ですか。動画の編集の仕方も一回ときもさっきの押すやつでちょっと降りてき、昨日だって俺ここからだからここから構えて、でまず手動かさんようにしてな。手に重さ乗ってくやろ。これが手に重さ乗らへんようにほらもうぶつかってるやん。そう今なんとかできてる。ちょっと肩上がりすぎてるけど、これもう高血稽古法と名付けよう分かりやすい
フィノよりはなんかできてる気がします。意外とそれ目つぶってみてすっごい分かりやすい、押されてる。俺こう歩いて寄っていくから、遅いね、変なもんだ。ああダメだ、ちょっとやってこれは纐纈先生みたいな感覚がするのからできるのかな。かもしれん。このまま目閉じてな、もう歩いていくから。いけるわ。いやこれ多分纐纈先生もすぐできる。目閉じながらで、先生目つぶってやっとったですね。あ、そっか、なんか感覚鋭いな。でもこっちだからもう先生の方が絶対にこの空手で実際に当て身とかがある世界やから、こっちが圧力かけた方が絶対技かけやすいね。ちょっと先生。そうさっきですか。はい。先生はもうプロですから、今みたいにゆっくり寄らずに、いきなり寄ってってパーって蹴るようなつもりで僕行きますから。急に。はい、行きます。うわーきつい。うわ綺麗に。めっちゃ綺麗に行きます。うわーきつい。めっちゃ綺麗にかかってきついけど痛くないね。綺麗にかけてくれはってるから。すごいやりやすいですね。さっき止まってるよりもよっぽどやりやすい。やっぱそこ先生が実際に当て身されてるから、その違いだと思います。動く人に強いねきっと。もう体が覚えてらっしゃるから。確かに数段やりやすかった。一回やってみ。ほんまにローキックかますつもりでこう掴んでガーっていくつもりで本気でいってみ。めっちゃ綺麗に返してきはるから。からまでからすごい。めっちゃすごい。これは何にも感じないですね。多分これ他の人だったらできないと思います。そうなんですか。はい。先生だからできてらっしゃる。めちゃくちゃやりやすいですけど。待機に持たせたら多分ローキック入れれるんちゃう。どうぞ。僕ローキック入れられるんですか。まだ左足痛いんですほんなら俺がカメラ回すから、ほな周囲軽くちょっとローキックを。失敗したらローキックだわ。ここ蹴らんといてな。こっちない。こっち蹴って。ちょっと上の方狙った方がいい。こっち狙うか。上か下に。オッケー。ここは歩けんくなる。いく。無理やな。もうちょっと強くてもいい。いや今ので。今のでいいのか。このまま俺。痛いな。いややっぱ普通こうなんねんて。ほんでもう一回先生に本気でかかってって。なんか怖くなってきた。失敗したら本気でいけるぐらいの勢いでいきます。先生はもう蹴られ慣れてるから絶対大丈夫やから。あ、失敗した。でもいやでもそれでも反応すごい。ちょっともう一回いいですか。先生構えていただいて。はい。シミヤここ持ったら不利やからさ、もっと近くでさ、蹴りやすいところで行こう。こんな近いところでいいですか。へえ。すごい。やっぱ先生すごい。感覚が鋭すぎる。でも来るって思ってもらうと分かりやすいですね。蹴ろうって思ってるんで蹴る前に分かるというか。でも今のちゃんと力ぶつからずに処理されてるのですごいですよ。だってうちの大輝くんなんか受けられてましたから一般的にはあんな感じですよ。いくらスポーツやってて反応良くても。でもなんか来てもらうと本当空手に近い感じになる。なんか先生本当に居合極めるとすごいよ。
めちゃめちゃ強くなりそう。超接近戦でもいけるしでも来てもらわないと攻撃できないからもうそこは私の剣術は愛だから来てもらったら返すけどみたいなもうでも来てもらうとすっごいやりやすかったです。すごいすごいあれだな、ちょっと待ってまだ回ってる。ほんならちょっと俊也絵の方持って、あこっち。二人掛け、あ2人だけ、これ僕攻めに入りますんで、わかりましはいいいですか。あとでもしゃーがなきゃなかった。ここで惜しいな。だいぶ近い。このまま行っても大丈夫ですか。わかりました。こう押す方がはいでも分かりやすいですか。このままこうだと。あ、じゃあそのままで大丈夫はい、です。じゃあ行きます。あ行きます。行きます。お二人掛けいけてるじゃないですか。すごい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 。へえ。多分これ3人でも今いってるはずです。へえ。まあ前後がいけるってことは真ん中もいけるんで。へえ。すごい。両サイドから蹴ったら多分俺ら親子が蹴る前に制せられる。ああ、でもそうか、本当なんか打撃出してもらうと分かりやすいな。なんか両サイドから蹴ったらそれはいや成功率の2倍ってすごいわ、飲み込みの速さがすごい半端じゃない。あ、いや、そうか。でも打撃はなんか相手が行こうと思ってくれると分かるものなんで、結構それは大きいのかな。そうか、一応確かにそうですね。もうちょっと今最後でぶつかっちゃった感じはあったんですけど、ここでももうその時にぶつかった時にはこっち崩されてたから。こっち立て直されへんぐらいになってからやから結局そのままこけてるみたいな感じ。なるほど。へえ。まさかのちょっとできたね。ちょっと嬉しいっていう。でも普通にこう構えててガッて持たれたら絶対再現できない自信があるんですよ。もういけるんじゃないですか。いや絶対無理です。いやこれ俺一人で行くわ。押さない。もうじっとしてるだけ。さっきのやつをやるってなんですか。なんか急に緊張してきた。ダメだやっぱり来てもらわないとダメだな。ちょっと行ってみよう。はい。ここからですね。これはなんかすごい分かりやすいですよ。180度回転した。いやそもそも蹴ろうと思ってるからもう形になってるから余計気持ちやすいのかもしれないですけど。いやでもすごい。来てもらわないと返せない人っていう。なんか。オフショットが一本になるんじゃないかっていう。なりそう。ありがとうございます。なんかあれですね、オフショットだけどこのままなんか動画にして今日も YouTube じゃなきゃありがとうございますって感じで。もう一回締めましょうか。そうオフショットでしたが締めますか。いやなんかでも2人掛けができたのがすごく嬉しい。先生は危機管理能力がすごいから本当に危ないと思ったら技繰り出せるな。すごいすごい実践的なのよ、ある意味。めちゃくちゃ強い。稽古ではできてるけど実践でできないっていう人多いじゃない。実践でできるタイプだから、羨ましい。おっす。ありがとうございます。実践で使えるかっていう、いきなり来られたら結構しんどい。しんどいもん。確かに人と殴り合う経験はなんかめちゃくちゃ多いんで、なんかよく痛くないんですかって言われるんですけど、痛いもんは痛いんですよ。なんですけど、なんか組手とかの打撲って多分普通の人のちょっと辛いもの食べたかなぐらいの感覚なんですよ。なんでこうめっちゃわかりやすい。なんかガンガンガンってなんか何発かもらった時はちょっと今日の食べ物辛かったからみたいなぐらいの感じで、なんか食事するのと変わらないんですよね、その殴り合うっていうのが。すごい。食事。
なんかよくなんか聞かれるとなんか例えるとそんな感じでなんか組手の感覚で食事感覚っていう。大輝今日撮影前に食らった洗礼のローキック、もう食べ物で言ったら前菜以下よ多分。今日のカレー屋で言ったらスープぐらいで。そうですね。多分あれは準備運動にもならない。エキストラダイナマイトぐらいの。ありがとうございます。ありがとうございます。もうじゃあ一応締めさせてもらいます。先生の空手応用できるんじゃないかなと思ったフェイントかけてるこれを連動してできる時は全然何も感じないのに急にそうそう、おーいった今日最後は YouTube を見ていただきありがとうございます。まさかオフショット的にいろいろ流れで撮ってたらいい画が撮らせていただけたというか、まさかの2人掛けなんてもう多分年単位だろうなって話をしてたら、松井先生の思いつきでこうやったらどうですかがまさかのできちゃってむちゃくちゃ嬉しかったんですけどありがとうございます。もう本当に忖度なしでやって綺麗にかけられたんで、僕ら親子も今日なんかもうすごい楽しい。ありがとうございます。いやなんかいい経験をさせていただきました。毎回ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそいつも気づきをいただき、またあれですね、北伊丹です。北伊丹です。北伊丹の道場ができた際にまたお伺いさせていただいて、また手ほどきよろしくお願いします。よろしくお願いします。またあれですね、北伊丹の方も多分僕の動画概要欄に間に合わなくてもいつか載ると思いますのでぜひちょっとチェックしていただいて、松井先生に習いたい方定期的に動画の概要欄をチェックをよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後すみません、いつもの締めをさせていただきます。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に投稿していますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して空手家講師の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。ありがとうございました。うわ楽しい。毎日コラボでもいいわ。バツ銃の原理や使用方法の具体例など分かりやすいように解説していけたらなと思います。ここからこれではここで力入って打てないんで、ここにバツ銃の理論のスタパンチをちょっと打ってみます。この感じですね。